2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。引きこもりニートが自身との決別、被災地ボランティアで得たものは。2011年にこんなスレが立ちました。引きこもりのくせに被災地へボランティアに行ってきた。なんとなく書きたくなったので、スレタイ通りの引きこもりクソニートがボランティアに行った話を書いていこうと思う。えらい。お母さんのボランティアもしてやれよな。まずは落ちぶれてく経緯から。小中高と全くみんなに馴染めず、微妙にいじめられたり、微妙に不登校になりながらもなんとか卒業。友達なんて真面目に一人もいなくて、便所飯はプロ級の腕前だった。多分もっといじりどころが満載だったらめちゃくちゃにいじめられてたと思うんだけど、本当に空気っていうか、いてもいなくても同じみたいな人間だったから無事に卒業できたんだと思う。便所飯についてもっと詳しく頼む。母親が作った弁当を便所まで持っていくのも目立つから、登校の時点で便所脇の掃除箱に弁当を置いて、また放課後に回収してた。というか、目立たない便所で食ってたんだが、そこは和式だった。卒業後は内定してた会社に勤めて、アパートを借りてリア充を目指したけど、そこでもやっぱり馴染めず、途中鬱になったりして、結局5年目に退職した。そこからはひたすらアパートに引きこもってた。引きこもってたと言っても、閉店間際に隣のスーパーに食材の買い出しに行くことくらいはあったが、外に出るのはそれくらいで、人がマジで怖くなってた。毎日特に何をするでもなく、別にそれほどのめり込んでる趣味なんかもなかったから、部屋の中でダラダラ過ごすだけの日々だった。そんな意味不明なクソみたいな生活を気づけば3年くらい続けてた。友達もいないし、趣味も特にないし、食料とか以外はあんまり出費もなかったから。働いてた時は結構貯金ができてた。引きこもってからはそれをただ食いつぶす毎日。無駄にダラダラ過ごしてるのに、なぜに一日ってこんなに早く過ぎるんだろう。今年に入って気がつけば、貯金があと1年も持たないくらいに減ってた。当然危機感はあったし、やばいと思ったが、それでも何もする気が起きなかった。やばい状態なのに、外に出るっていう選択肢はなく、いつもの無駄な毎日を繰り返してた。マジでクソ人間。っていうか、このまま金がなくなったら餓死でもして死んじゃおうかくらいに思ってた。生きてる楽しみが何もなかったから、死んだ方が楽だしいいやって本気で思ってた。そんな時、あの震災が起こった。毎日被災地域や原発の凄まじいニュースを見て、俺みたいな生きてる価値のないクソが生き残って、たくさんの素晴らしい人たちが亡くなってしまったことにものすごく理不尽さを感じた。いつもの俺ならそれをただ感じるだけで別に何をすることもなく、またいつものクソみたいな日常に戻っていったはずなのに、俺はこんなとこで何をしてるんだろうって、それからやたらと思うようになった。それでますます自分自身のことをどうしようもない人間だと思ったし、自分自身がめちゃくちゃ嫌になった。こんな自分になったのは学校や会社や周りの人間のせいなのか、いや、こんなクソみたいな自分を作ったのは自分だ。今まで他人のせいにしたりしていろんなことから逃げてきた。もうそんな自分が心の底から嫌だった。こんな自分のままじゃ嫌だと本気で思った。なんか知らんが訴えてくるものがあるな。ゾクってなった。なんだ、俺か。こんな自分にしたのが自分なら、きっといい方にだって自分で変えていけるんじゃないか。そしてこの震災でもしかしたらこんなクソでも役に立てるかもしれない。苦しんで
大変な思いをしている人が同じ国にいるのに、俺はこんな部屋でぬくぬくだらだら生きてていいのか。引きこもりクソニートのくせにそんなことを思った。今ならもしかしたら外に出ていけるかも。怖いけども。っていうか、これを逃したら俺は本当に引きこもりクソニートのまま死ぬんじゃないかと思った。いざそういう風に思い立ったけど、恐怖心やらなんやらで結局何日か足踏み。しかし大好きな甘神の綾辻さんルートを何度もプレイして勇気を出した俺は3月下旬ようやく腹を決めた。被災地でボランティアをしようと。ボランティアに行こうと思ったのは純粋にこんなクソでも歯車くらいにはなれるかもしれないと思ったからってのもあるけど、被災地でボランティア活動をすることで自分自身も変わっていけるんじゃないかと思ってた。思い立ったら逃げたくなる前に行動だ。俺は外に出るのが本当に嫌というか怖かったから異常に物を買いだめしておく癖があった。当時の品薄状態の世の中が嘘みたいに俺の部屋にはいろんなものが揃っていた。ネットやらで被災地が必要としているものを調べて、需要があるものはすべて車に詰めた。車は働いていた時に親の知り合いから格安で譲ってもらい、引きこもりになってからも一応手放さず車検はきちんと取って、たまに夜にバッテリーが上がらないようにエンジンはかけてた。夜中に長髪ひげクソ野郎が30分ぐらいエンジンのかかった車の中で何もせずにビクビクしてる姿はきっと近所の人たちにしたら不気味以外の何者でもなかったと思う。なんだろう。感動してる。物資を詰めたりしてる時にふとパソコンが目に入った。これは別名引きこもりクソニート手助けツールとも言う。あんまりいろいろ考えると躊躇してしまいそうだから、速攻でケーブルを抜いて車に詰め込んだ。なんかこれがあると引きこもりに戻りやすくなりそうな気がしたし、被災地の欲しいものリストにもあったから一石二鳥だ。ストーブも目に入った。東北はまだ寒いらしいし、ストーブも持っていくことにした。東北に比べれば関東なんて年中灼熱地獄だし、冬だって毛布にくるまってればなんとかなるはず。その他もろもろ情報から必要かなと思うものを詰め込んだら、俺のモビリオスパイクはいっぱいに。俺の部屋にはほぼ何もなくなった。でも何か。こう言っちゃなんだが自暴自棄になってたところない？ちょぴっとそれもあるかもしれないけど、ものすごく久しぶりに期待と不安とやるぞって意識が巡ってて、張り切ってた感じがあったかも。いざ出発と思ったが、鏡にはジャングルの中で終戦も知らずに奮闘する兵隊のような男が映っていた。これは多分まずい。被災地に行ったら確実に被災者に見られてしまう。急いで風呂に入って髭を剃って髪を切った。髭は普通に剃れたが、髪型は完璧に失敗した。ざん切り頭になってしまった。なので常に頭にはタオルを巻くことに決定。そして部屋に別れを告げて出発。ガクブル。ちなみにまだ全然外の世界にビビってたから、行動は夜に行ってた。ボランティアなんだけど、イメージ的に福島宮城に比べたら岩手に行ってるボランティアって少ないんじゃないかと思った。あくまでも自分の勝手なイメージだけど、ネットなんかで調べた自治体の情報でもボランティアの数が足りないってことだったし、どこもそうだったと思うけど、行き先を岩手のある町に絞った。その中で今必要としている物資の中に車に積んだものもほぼ全て含まれていたので、その点も問題なかった。現地自治体のボランティア受け入れのことなども調べ上げてたし、これでよし出発だと車に乗り込もうとしたとき、隣の民家のおばちゃんに見つかり話しかけられた。一
ベント多くてなんかポケモンみたいな旅立ちだなわらしゅん。人手が薄いホットポイントを的確に刺す。こいつ。できる。頑張れシーン。武将な男が決意を持って身なり整えて戦いに行くとか男でも惚れるわ。あら、引っ越し？あ、いや、被災地に。日比谷に？あら、私も昔住んでたことがあるのよ。いや、日比谷じゃなくて、被災地に、ボランティアに行こうかと、被災地？あら、ごめんね。あなたの声小さいから聞き間違えちゃったわよ。ボランティアね。あ、そうだわ。そう言うとおばちゃんは家からまだ使ってない下着とか、カップ麺の箱とか、いろいろ持ってきた。下着ごくり。電話とか、店員以外でこういう風に人と話すのもかなり久しぶりだったし、俺は相当挙動ってたと思う。っていうか、引っ越しじゃなくってコソコソしてたし、夜逃げに見えたんじゃないかと思う。おばちゃんの物資も詰め込んで、今度こそ出発だって時に、おばちゃんが、頑張ってきてね。って言ってくれた。だいぶ忘れてたあったかい気持ちがなんか少し蘇った気がした。はい、頑張ります。なんだか嬉しくなって、そう言い返したのだが、声が小さいのか、存在感がないのか、おばちゃんは気づかず家に入ってしまった。まあ、そんなこんなあったけど、ようやくクソ野郎は被災地に向かって出発した。ばあちゃん。これはいい話。道中ネットで得た情報を頼りに、空いてるスタンドを回り、ガソリンと灯油を2タンクずつ確保。何回も言ってるけど、俺は引きこもりのクソ。こんなもの積んで意気込んでたのに、被災地に行くまで何度もやっぱ行くのやめようかなと思った。でも、なんとかギリギリ逃げ出したい衝動に勝つことができ、翌朝、岩手の被災地に到着。あやつじさん、ありがとう。でも、そこまで来てるのにビビってしまい、人気がない脇道に車を止めてしばらく動けなかった。どうしよう。やっぱ怖い。車の中で1時間ぐらいガクブルしてた。そしたら、不意打ちみたいにいきなり運転席の窓ガラスをノックされた。ビビって心臓が止まりそうになる俺。窓の外には同世代くらいの作業着を着た青年が一人。青年が窓開けてってジェスチャーしたから、挙取りながら窓を開ける。おはようございます。ここで何してるんですか？私、ちょっとよくわからないですけど、ここにこれから自衛隊の車止めるみたいだからどいてもらいたいんだよね。いいかな？はい、よろしく。おばちゃんよりも同世代の人の方が何倍も怖くて、急いで車を発進させる俺。久しぶりに自分語りで続きを読みたいと思うスレを開いた。引きこもりやってたのに車は運転できるんだ。羨ましい。ボランティアに来たのに、無意識に現地から逆方向に車を回して走り去ろうとする俺。その時、さっきの青年が小走りで寄ってきた。多分これがなきゃまた俺は逃げてたと思う。さっき車の中に物資らしいのが入ってるの見えたんですけど、もしかして物資運んできてくれた方ですか？はい、そうだっす。やっぱそうなんですね。ありがとうございます。もしかしてどこに運べばいいかわからなかったからここにいたとか？はい、そうだっす。そうだったんですね。俺地元の消防団のものなんですけど、よかったら案内するんで案内がてら、俺も乗せてってくれませんか？ちょうどそこに用があるんで。すいません。ダメだす。なぜかとっさにダメと言ってしまった俺。っ
っていうかさっきから挙取りすぎてダスダス言ってしまってる。ダメっすか？いや、やっぱいいです。いいの？ありがとうございます。テンパりすぎて自分でも訳がわからない状態になってた。青年が物資で狭い助手席に乗ってきた。彼は桜井くんというらしくて、俺と同い年だということが車中の会話で判明した。異常なほどテンパってる俺にも桜井くんは同日に接してくれて、目的地に到着する頃には俺にベンちゃんというあだ名をつけてくれた。ダスダス言ってたのがキテレツの弁蔵さんに酷似していたため、緊張とテンパりでおかしくなりそうだったが、無事物資を集めているところについて桜井くんと物資を下ろした。下ろし終わると桜井くんは消防団の仕事があるから行くねと言ってしまった。きっと桜井くんは俺のことを物資を運んできたクソ野郎として見ていたと思うが、俺の本当の目的はボランティアだ。周りにはたくさん人がいて死にそうだったけど、桜井くんと話したのがあったおかげでなんとかならないこともない気がしてた。っていうか、ここでうじうじ動けないのは本気で邪魔になるし、俺は意を決してボランティアセンターに向かった。ボランティアセンターでは引きこもり人見知りクソニートをなるべく面に出さないように平常心を装って受付を済まし、半分けを待っていた。心臓は常にバクバクで汗の量も半端なかった。半分けで俺はある地域の瓦礫撤去をすることになった。俺の班のリーダーはしげさんって人で、見た感じ40前後って感じのワイルドなちょい悪親父だった。怖そうな人だなぁとか思ってた移動中、初めて被災地を見る。言葉がなかった。なんていうか、本当にこれが現実かと思った。おい、新人泣いてんだこら。気づいたら少し涙が流れてた。なんで涙出てきたかは不明。なんで泣いてるか知らねえけど、ボランティアが泣くんじゃねえ。現地の人だって泣きたいの我慢して頑張ってんだからよ。はい。目的地に到着し、撤去作業に入る。なんだか現地の光景を見た後はさっきよりテンパりはマシになってた。しげさんの指示に従い撤去していく。黙々と作業を続けていく。俺は引きこもってる間、毎日ほどほどに筋トレやルームランナーで走ったりしてたので、引きこもりの中では筋力と体力はあったと思う。黙々と作業しているとあっという間に時間が過ぎ、疲れたけど無事に1日目のボランティア活動を終えた。新人、お前なかなかパワーあるし動けるな。ありがとう。最初は怒られたり怖かったけど、しげさんにお褒めの言葉をもらい、被災地の役には少し立ってるのかなと思って、何年かぶりに少しの充実感を味わってた。だけど被災地のあの光景を思い浮かべると、そんな気持ちは速攻で吹き飛んだ。明日も頑張ろう。ボランティアセンターについて解散し、その日は速攻車の中で寝た。それからは駐車場の車で起床し、ボランティアセンターへ行き、撤去作業やら避難所の手伝いやらをやり、最後は車で就寝という繰り返しの毎日。しげさんとは同じ班になることが多くて、1ヶ月経つ頃にはかなり仲良くなってた。っていうか、気にかけてくれてめちゃくちゃよくしてくれた。誰にも言えないと思ってた引きこもりだったことも、そんなしげさんには話せた。しげさんも関東からボランティアに来ていて、なんだか会社を経営してるらしい。社長。日本の一大事だから会社そっちのけでボランティアに駆けつけたみたいだが、会社大丈夫なのか？消防団と一緒に作業することもたびたびあり、
3日後ぐらいには桜井くんと再会を果たし、いつの間にか桜井くんとしげさんと俺で夜飯を食べる仲になっていった。俺友達とかいなかったから分かんなかったけど、これが友達って雰囲気なのかなって感じがして、すごく嬉しかった。現地の人たちにありがとうと言われると、こんなクソでもわずかに何かの役には立ててるのかなって思って、それも嬉しかった。飯は炊き出しもあったりしたけど、大体は内陸部に出て弁当やら何やらを買いだめしてそれ食ったり、桜井くん家で料理したり。ちなみに桜井くんは家が被災して仮設に住んでて、両親とも行方不明で職場も奪われていた。それなのに彼はいつも明るくて、みんなのために動いていて、本当に尊敬できる人間だった。俺とは真逆の素晴らしい人だ。なのになんでこんな不幸が彼に。本当人生は不公平だ。桜井くんのご両親が早く見つかることを祈りつつ、俺も桜井くんやしげさんみたいな人になりたいと思うようになってた。もう帰ろうとかそんなことは頭に一切なくて、それからも無我夢中でボランティア活動をしてた。5月あたりからボランティアしてる期間が長かったから、クソ野郎のくせに班のリーダーをやる機会が増えた。この頃には当初のテンパりはほとんどなくなって、ボランティアのみんなとも多分普通に会話できるようになってた。緊張はめちゃくちゃしてたがな。そんなこんな毎日いろいろな活動をこなしながら過ごしてたある日の夜、俺の車に桜井くんがすごい沈んだ顔でやってきた。ようべんちゃん。あ、桜井くんお疲れ様。どうかした？見つかったわ、俺の両親。見つかったの？検査の結果が出て間違いないってさ、なんだか見つかればいいって思ってたのに、見つかると現実を突きつけられた気がしてなんかへこむわ。桜井くん、なんかやりきれないな、ちくしょう。桜井くんは泣きながら笑ってた。こんな時友達として桜井くんに何も言葉をかけれない自分にすごく腹が立った。気がつけばもう6月になり、しげさんが帰ることになった。ボランティアセンター全体のリーダー的存在だったしげさん。社長なのにこんなにいたしげさん、大丈夫か？俺にとっては兄貴みたいな存在になってたしげに、一人っ子だから兄貴とかよくわからんが、みんなでしげさんのお別れ会をやった。ここに来たばっかのベンちゃんとは今のベンちゃんはまるで別人だな。いい顔になった。これなら俺がいなくても大丈夫だ。会の途中でしげさんが言ってくれた言葉、お世辞だろうがなんだろうがそう言ってくれて本当に嬉しかったし、別れはなんだか悲しかった。お別れ会の後、みんなで撮った写真と俺、しげさん、桜井くんの3人で撮った写真はマジで宝物。学生時代じゃ考えられないことだったから。お前の文章ってなんか知らんがバシバシ当時の気持ちが伝わってくるな。なんでだろ不思議だ。しげさんマジイケメン保守。映画化決定。しげさんが去った後、月日が過ぎ、気づけば俺もボランティアの中でここにいる時間が最年長の部類になってた。見た目も若干また日本兵時代のようになってた。ただその頃には俺のクソみたいな貯金はもうほとんどなく、そろそろここにいるのは潮時だと思った。まだまだ現地は何もかもが大変な状態だったが、来た当初よりは少しは良くなったかもしれない。瓦礫的には。この何ヶ月かで俺はこの町に何かできたのだろうか、クソでも役に立てただろうかと何度も自問自答した。結局被災地の役に立てたかは分からなかったけど、ただ一つ確信を持って言えるのは、俺は変われたってことだった。帰ったら頑張って働いて、お金を貯めて、何かしらでも
被災地が元通りになるまで支援していこうと決めた。半年くらい被災地にいたの5ヶ月弱くらいかな。いすぎだよね。桜井くんに帰る旨を伝えると、また笑いながら泣いてくれた。俺はクソ野郎だから笑えずに泣いていたけど、今回はなんとかありがとうだけは伝えることができた。ボランティアのみんなでお別れ会をやってくれたんだけど、その時にはもうみんなの前で話したり冗談を言ったりバカができる人間に慣れてた。少し前の自分からは想像できなかった姿だ。お別れ会も終わって桜井くんと二人でここ何ヶ月かの思い出話に花を咲かせてると、俺のほとんど電話帳に誰も入ってない鳴らないはずの携帯が鳴った。お疲れさん、長いことよく頑張ったな。はい、ありがとうございます。これもしげさんやみんながいてくれたおかげです。そんなことねえよ、お前が頑張ったんだ。被災地の力にはなったはずだぞ。それなら嬉しいですけど、っていうか話があるんだが。何ですか？ベンちゃんこっち戻ってきたらうちの会社で働かないか？突然のことでびっくりして少し固まった。何これドラマ？びっくりはしたけど、純粋に嬉しかった。しげさんの会社はデザイン、設計をメインにやってる会社で、その他もろもろ手を出してるっていうのは聞いてた。俺は設計とかもろくにわからないって言ったけど、しげさんは教えるから大丈夫って言ってくれた。ただ、今横にいる桜井くんには今仕事がない。ましてやこの町に限らず今回の震災で仕事がなくなった人は大勢いる。俺は関東に実家もある。疎遠になった親に頭を下げれば実家に戻ることも可能だし、そこから仕事を探していける。だからその枠は被災地の誰かを雇った方がいいんじゃないか。しげさんにそのことを伝えた。お前の気持ちは分かった。でも俺はお前と仕事がしたいし、ベンちゃんはそんなことは考えなくていい。どういうことですか？雇うのを考えてるのはお前だけじゃない。桜井も関東に出てくる気があればうちで雇いたいと思っている。本当ですか？イッチも桜井も人柄や仕事っぷりがもう分かってるから面接やらは必要ないしな。よかったらぜひうちで仕事をしてほしい。っていうかお願いだから一緒に仕事しよう。あとな、これを機に事業拡大をする予定だから、あと4人ほど被災地域から雇う予定でいる。俺は1週間後に桜井くんは約1ヶ月後にしげさん、いやしげに、いや社長の会社に就職した。これこそマジでガチなボランティアだな。この映画っていつ公開？久々にいいスレ見つけたわ。俺も頑張らないとな。デザイン設計って分野が広いな。どっち方面？あんまり詳しく言うとあれなのでざっくり言うと建設系のデザイン設計です。今はほぼ俺役に立ってないけどね。ただ社長は俺にも桜井くんにも資格を取らせてくれようとしてるから頑張る。久しぶりにVIPで感動したわ。一応お前はよくやった。今は半年ほど前からじゃ考えられない充実した毎日を送れてる。これからも社長や桜井くんとも協力しながら支援活動を継続していく予定です。引きこもりクソニートからただのクソ野郎ぐらいには慣れた気がする。自分を変えられるのは自分だけだと思うけど、俺みたいな引きこもりクソニートは誰かに助けてもらったり奇跡的なきっかけでもないとすぐ逃げの体制を作って結局そこから脱出できないと思う。俺は今回運よく縁があってこうなったけど、桜井くんや社長と出会ってなきゃ今頃餓死してたかもしれない。だらだらと長くなってしまったけど、書きたいことが書けてすごくすっきりしました。見てくれた人本当にありがとうございました。震災で亡くなった方に
合唱。お疲れさんだす。おつ、ここまで行動して変われた一致はかっこいいな。泣いた。感動した。自分も変わろうと思う。一致おつ。すげえ読みやすかったよ。一致が思う。今みんながやるべきことできることってなんだと思う？マジレスすると、これからの方が大変じゃないのかな。生きてるけど仕事がなかったり、ローンだけ残ってたり、一人ぼっちになってしまったり、放射能だったり、何でもいいと思う。できることがあって、あなたにできる余裕があれば、行動してほしいと思う。みんなで支え合って助けていきましょう。引きこもりだった一致は、被災地ボランティアで人との絆を深め、友達もでき、負の自分に決別することができました。一致さんの今後に目が離せませんね。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。またこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。